こんにちは、スネドラです。無事制限区域内に入れました。免税店はちらほらとやってるようですが、人がほとんどいません。5時45分発のシカゴ行き以外は全部夜9時以降の飛行機なので、だから人がいないのか、コロナだからいないのかはちょっとわからないですけどね。とりあえず JAL のラウンジに向かいます。今は桜ラウンジが営業休止してるので、ラウンジに入る権利を持っている人はみんなファーストクラスラウンジを利用することができます。これ自体は素晴らしいことなんですけど、料理のメニューやあとアルコールが制限されているので、堪能できるのかというとそうでもない感じでしたね。どっちにしろファーストクラスラウンジなんて一生のうちで一度入れるかどうかのところなので、早速入っています。撮影できるかどうか聞いたらプライバシーに配慮すればいいよということだったんで撮らせてもらいました。さすがファーストクラスラウンジだけあって入り口からもう雰囲気が桜ラウンジとは違いますね。ラウンジの左奥の方はファーストクラス、JGC プレミアダイヤモンド会員のみのエリアになっているようです。こんなに空いてるのに分ける必要ないじゃんと思ったんですが、7時ぐらいから結構混んでくるみたいなんですよね。なので専用エリアを設けてるんだそうです。料理は基本的にオーダーして持ってきてもらうんですが、お寿司は板前さんがここで握ってくれます。ただこんな時期なのでネタはね4種類か5種類ぐらいしかなかったですね。板前さんが握ってくれるだけでも本当にありがたいです。アルコールは現在、提供を休止している、ようです。美味しいお寿司食べるときにビールがないっていうのは辛いですけど、これは仕方がないですね。ラウンジの奥にはレッドスイートっていうエリアがあります。ライブラリールーム、ギャラリールーム、プレイルーム、バールームの4つのゾーンで構成されてるんだそうです。通常だと普通に営業してるんでしょうけど、今日は営業してないみたいですね。こんな時期ですから仕方ないですけどね。すごくシックで落ち着いた大人のエリアっていうような雰囲気です。それでは次に料理のオーダーの仕方です。テーブルに QR コードが貼ってあるので、これを読み込むとメニューのページに飛びます。ここからメニューをチョイスしてオーダーすると、持ってきてもらえるんですよね。飲み物は最初の1杯だけ持ってきてくれて、次からは自分で取りに行く仕組みになってるんだそうです。柄にもなくアイスティーなんて飲んでね、料理が来るのを待ちます。まずは温野菜プレートです。これがね思ったよりもちゃんとした料理なんですよね。ベジタブルスープ、そして今回お目当ての鶴亭さんのお寿司、これねヒラメと赤エビと卵しか今日なかったんで全部いただきました。それから和御膳、これはねさすがに妻からそんなの食べたらファーストクラスで料理食えなくなるぞと怒られて後悔した一品です。今日は残念ながらシャワールームが使えないようなので、1時間半ぐらいのんびり滞在した後、次はアナのスイートラウンジに向かいます。 JAL に乗るのにアナのラウンジって入れるのって思う人もいると思うんですが、この間小野田さんの動画見てたら、なんと羽田の国際線アナラウンジがプライオリティパス対応になったということで、これは行かないとダメなやつやろうということで早速行ってきました。アナも JAL と同様に通常のラウンジは休止してて、アナスイートラウンジのみの営業になってます。なのでこっちもラウンジの権利を持ってる人はファーストクラスラウンジ入れるんでお得ですよね。カウンターにある案内にはプライオリティパスの記載がないんですが、左端に、プライオリティパスメンバーズウェルカムというボードが置いてありました。残念ながらラウンジ内は撮影不可だったんですが、シャワールームがやってたのでこっちだけ撮らせてもらいました。ちなみにラウンジめちゃくちゃ混んでましたね。ほぼ満席でした。シャワールームは今まで使ったところよりも広い印象です。車椅子対応のブースだからですかね。室内には当然トイレもあります。シャワースペースには扉がないのでシャワー浴びると水が飛び跳ねちゃうんですが、これは仕方がありません。深夜便で渡航するときって最悪2日ぐらいお風呂入れなくなるので、夜ねラウンジでシャワー浴びれるのほんと助かるんですよね。ありがとうございます。
搭乗20分前になったので出てみたらすごい人なんですよね。ちょうど9時から0時あたりに便が固まってるっていうのもあるんでしょうけど、全然普通にたくさん人がいます。この111番搭乗口が今日 JAL のホノルル行きが飛ぶ場所です。パッと見た感じでも人まあまあいるなと思ったんですが、乗る直前になってくると、これぐらい人いるんですよ。後でね CA さんに聞いたら飛行機の半分ぐらいが、乗ってたそうです。半分なんで120、30人ぐらいですかね。思ったより全然人がいるんで驚きました。はい、それでは機内に向かいます。生まれて初めてのグループ1です。今はコロナ対応でグループ1が必ずしも一番最初に入れるわけでもないんだと思うんですが、今日は一番最初に入れました。ファーストクラスだけのボーディングブリッジが1本できてるみたいです。ファーストクラスってマックスで8人なので、8人だけを通すためにこのボーディングブリッジがかけられてるんですね。片道96万円になっちゃう理由がなんとなく分かってきました。今日の私の席は2列目の窓側 2K ですね。ここを取ってます。通路を挟んで反対側が妻になってます。生まれて初めての国際線ファーストクラスなんですけど、一言で言うとね、広いです。ビジネスクラスの広さとは違うんですよね。ビジネスクラスっていろいろ工夫して広くなってるんですけど、ファーストクラスは単純に広くて、足元が狭くなったりとかシートが狭くなったりとかもそういうのも一切ありません。今回はボーイングの 777-300、少し古い機材でしょうか。ビジネスクラスはスカイスイート1で半分以上埋まってました。こんな時期なんで 2,30 人ぐらいしか乗ってないのかと思ったんですけどね、全然たくさん乗ってます。もう興味津々でいろいろいじってるんですけど、足がねなんと前に届きません。ウェルカムドリンクのシャンパンをいただきます。やっとアルコールが飲めます。うまい。興奮してスリッパ履くのをすっかり忘れてました。離陸する前にアメニティとかいろいろ物色したいんですが、 CA さんがひっきりなしに挨拶に来るのでなかなか作業に移れません。引き出しはいくつもあって、ここにコントローラーがあるんですが、このコントローラー何に使うんだろう。モニターのコントローラーはこっちなんですよね。ただちょっと古いですね。全体的に作りが古い感じです。一番前に電源があります。少し遠いので電源コードは長い方がいいかもしれません。アメニティはエトロのものになってます。ちょっと女の子っぽくて持ち歩きづらいですね。中にはこれ香水なのかな、ヘアブラシ、イヤープラグ、ポケットティッシュ、歯ブラシ、マウスウォッシュ、それからリップスティックにクリームですかね。あとはモイスチャーマスク、アイマスクが入ってました。これはもう全部お持ち帰り決定ですね。それから男性のところにだけ資生堂の化粧水でしょうか。ちょっと私こういうの使わないんでねわかんないですけど、ヘッドホンは、いいものなんでしょうね。これがあります。モニターは最新式のビジネスクラスとかに比べればちょっと小さいですね。いよいよ動き出しました。思い返せば去年の8月から毎月特典航空券でANAと JAL 両方使ってハワイ便取っては運休キャンセルしてたんですが、やっとこの日を迎えることができました。日本ともしばらくさよならです。ファーストクラスは無料でインターネットが使えるクーポンが入ってます。飲み物とかのメニュー見ようとしたんですが、ちょっとこれだと見づらいので、JPEG に作り直しました。今回は私が和食、妻が洋食で料理を制覇する予定だったんですが、妻が飛行機酔いで、かわいそうなことに食事が取れなかったので、撮影は和食のみになってます。皆さんお気づきかもしれないんですけど、私寝巻きに着替えたんですよ。これ CA さんが料理の前に着替えちゃった方がいいんじゃないんですかということで、さっき着替えてきました。寝るとこんな感じですね。至れり尽くせりです。さっきもらったクーポンを見ながらインターネットにつなげます。
私こういうの苦手でね、結構手間取ってます。食事の準備が始まりました。飛行機が少し揺れてるので、若干 CA さんがやりづらそうにしてます。飲み物はこの CA さんおすすめの、シャンパーニュサロン2007年っていうものをいただきました。これ日本に帰った後調べたら1本13万円するんですよね。いやね、通りで美味しいはずです。今回ファーストクラスはほぼ満席で7人乗ってたんですが、この7人に対して CA さんが4人サービスついてました。いろんなお話をしながらゆっくりとサービスしていただけるんですが、この日は飛行機が結構揺れてて、この CA さんがほんとちょっとかわいそうでね、何度も苦笑いしながら一生懸命ついでくれました。とっても美味しいシャンパンだったんで速攻2杯目おかわりしたんですが、ほんとこういうせこい自分が嫌になる時あるんですが、もう自分と付き合っていくしかないんでね、仕方ありません。まずは先付け5種です。私正直ビジネスクラスの料理で十分だろうと思ってたんですが、ファーストクラスとビジネスクラスの料理は全然違いますね。びっくりするぐらいうまいです。 CA さんもおっしゃってましたが、ビジネスクラスとファーストクラスで料理の質がね、全然違います。このカニ卵豆腐のあんも絶品でした。続いてお作りでトラフグのたたき、キャビア、湯葉、だし醤油のジュレ。いや、おしゃれですよね。やっぱ和食といったら焼酎だろうということで、森伊蔵ロックでいただきます。メインの煮物は金目鯛、それにイクラのご飯、なめこの味噌汁、それと漬物です。初めてビジネスクラスに乗った時の食事に感動してね、こんなものが飛行機で食えるのかと思ったんですけど、これファーストの料理食べちゃうと、いやどうしましょう。今後ね、もうファーストなんか一生乗れないと思うんでね、帰ったら記憶から消すことにします。私甘いのはあんまり得意じゃないんですけど、これはねペロッと食べれました。甘すぎなくてね、ちょうど良かったです。食後しばらくすると CA さんがベッドを作りに来てくれます。ビジネスクラスのように細長だったり足元が狭かったり斜めにクロスしたりとか、そういうギミックもなくて普通に快適に眠ることができます。ファーストクラスは一番前のトイレを使えますが、人数が少ないので待つことはまずありません。女性用の化粧水とかも用意してあって、トイレはもちろんウォシュレットです。トイレの中で着替えたりもするので、チェンジングボードが備え付けられています。あっという間に朝です。ホノルル便は乗ってる時間が短いので、ビジネスとかファーストだと堪能しきれなくてもったいないですよね。はい、朝食です。朝は洋食にしました。正直お腹はそんなに減ってなかったんですが、また持ち前の貧乏症が出てね、食べなくちゃもったいないということで、お願いしたんですが、結局ねちょっと残しちゃいました。料理自体はとても美味しかったんですけどね、ただ CA さんがちょっと心配してくれて、代わりにフルーツの盛り合わせとか、持ってきてくれたりしてですね、本当に素晴らしいお気遣いをいただきました。食後のコーヒーをいただいて、お土産のチョコももらったら、まるで測ってたかのようにオアフ島が見えてきました。いやついにねハワイに来ました。天気もちょっと雲が多いですけどね、晴れてます。着陸しました。やっと到着です。短い間ですけどいろいろとお世話になりました。どうもありがとうございます。この後の入国審査のところではコロナ関連の話はほとんどなくて、例のスクショを撮った QR コード見せたぐらいかな。あとは JAL のハンコをされた搭乗券見せて終わりでね、飛行機降りてから外に出るのに30分もかかりませんでした。まあ人も少ないんでね、それもあったんでしょうけど、すごくスムースに、入国することができました。とりあえずいつもの場所に戻ってきて、ここで、今後のことをいろいろ検討します。まずはいつものトイレですね。ここのトイレね、いつも空いてて中も広いし本当に便利です。ただまだウォシュレットにはなってないみたいですね。
Uber を手配したら国内線ターミナルの Uber ピックアップに向かいます。もっと近いところに、ピックアップあるんですが、こっちの方が使い慣れてるんでね、いつもこっちに来てます。今回はワイキキまで26ドルで行けました。Uber だともうほとんど会話しなくていいんで、Hello とかね、From Japan とか言ってりゃいいんで、もうね、とっても楽です。ついに来ましたワイキキです。コロナに気をつけながら目いっぱい楽しもうと思います。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。今後はホテルレビューを中心にいろんな動画を投稿していきますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。